アユッタヤー王国33代目のエーガタット王はもともと能力がないとされていて、王位継承者の候補からも外されていたんですが、先代の国王ウトゥンポーンがわずか2ヶ月の在位期間中に自分と対立していた異母兄弟たちを殺して、その後に仏門へと入り王位を放り出してしまったため、1758年に40歳で即位することになりました。エーガタット王は肉欲と快楽にしか興味を持たなかったといいます。平時であればこんなポンコツな国王でもなんとかなったのかもしれませんが、この時ばかりはあまりにもタイミングが悪すぎました。エーガタット王が即位する前年、1757年にビルマ南部を支配していたモーン族のホンサーワディ王国が北部にあったゴーンボーン朝に滅ぼされると、モーン族がサヤームの領内へと逃れてきて、旧ホンサーワディ貴族の引き渡しを求めるビルマのゴーンボーン朝との間に外交的な圧力が生じるようになっていて、しかも長年にわたる係争地であったマレー半島の西海岸をめぐる争いがまさに一触即発の状況にあったからです。1759年、ビルマ・ゴーンボーン朝のアローンパヤー王が4万6000の歩兵と3500の騎兵を率いてヤンゴンを出発し、サヤームが領有していたタワーイとマリットへと攻め入ってきました。サヤームの守備隊7000はあっさりと撤退して都市を明け渡します。ビルマ軍がタナーワシー山脈を越えてくると、さらに現在のタイ南部プラジュワップキーリー関県のグイブリーとプラーンブリーで防衛に当たっていたサヤーム軍6万も破られ、その一帯が占拠されました。1760年にはスパンブリー要塞で3万の歩兵と3000の騎兵からなるサヤームの守備隊が決死の防衛に当たり、ビルマ軍にかなりの出血を強いたものの、結局そこでも敗れてしまいます。こうしてアユッタヤーの町はビルマ軍の包囲下に置かれることになるんですが、幸いにしてアローンパヤー王とその兵士たちが赤痢にかかり、包囲戦を継続できなくなって引き上げていきました。アローンパヤー王は翌月、キトにあったモタマ付近でサヤーム軍の急襲を受けて討ち取られました。こうしてこのアローンパヤー戦争と呼ばれるビルマによるアユッタヤー侵攻は終結しました。その5年後、1765年にビルマのアローンパヤー王の次の王のマンラが南のタワーイに4万、北のチアンマイに2万の兵を集結させて、アユッタヤーを南北から挟み撃ちにするような形で攻め込んできました。アユッタヤーの南約60キロのところにあるノンタブリーで、南から来たマンマハーナ・アンラター率いるビルマの侵攻軍2万をサヤーム軍は6万の兵を持って迎え撃ちますが、なんと3倍もの兵力差があったにもかかわらず撃破されてしまいます。ビルマ軍との戦争経験の差があまりにも大きすぎたんです。アユッタヤーの北約70キロのところにあるバーンラジャンでも5ヶ月弱にわたる睨み合いの末、サヤーム軍はアユッタヤーへと引き上げていきました。アユッタヤーの北部郊外ではジャーオプラヤープラクラン率いるサヤーム軍5万が打って出て最後の抵抗を試みましたが、前後に分断されて前衛部隊はビルマ軍に包囲殲滅されてしまいました。後衛部隊もアユッタヤーの城内へと引き上げていき、それ以降アユッタヤーの町は城門を固く閉ざしました。1766年2月に始まったビルマによるアユッタヤー包囲戦はその後1年2ヶ月にわたって続きました。最初の3ヶ月間、アユッタヤーはビルマの歩兵による攻撃を受けましたが、胸壁に設置した多数の銃と大砲を持って応戦して接近を許しませんでした。そこでビルマ軍は城の周りに塹壕を掘ってアユッタヤーの食料切れを待つ包囲戦へと戦略を切り替えます。雨季が終わる頃になるとアユッタヤー城内の食料が徐々に不足するようになっていきます。乾季がやってきて11月に洪水が引くと、アユッタヤーはビルマ軍が城壁の周囲に築いた土塁の上からの砲撃を受けるようになって城内にも被害を出すようになりました。1776年の末にはアユッタヤーの城内からタークとペップリーの総督が撃って出ますが、ペップリー総督のプラヤーペップリーはビルマ軍に討ち取られてしまいました。一方のターク総督のプラヤータークはプラヤーペップリーを死なせてしまったことを責められますが、この時の戦功によってプラヤーはチラプラーガーンに昇進しています。その間にアユッタヤーの飢餓状態はますます深刻になっていきます。その後も北部の都市から2万の増援部隊が到着しましたが、全く役に立たないままあっけなく敗退してしまいました。さらに年末から年明けにかけて城内では火災が発生して1万個もの家屋が焼け落ちてしまいます。翌1767年に入るとアユッタヤーの王族や貴族たちが城から抜け出してビルマへの投降を試みるようになりますが、受け入れられずに次々と城内へと追い返されてくるという始末でした。
プラヤーワチラプラーガーンは轟音に恐れおののいていたエーガタット王に禁止されていた大砲による砲撃を無断で行い罪に問われていたこともあって、1月3日の真っ昼間に1000の兵を率いてアユッタヤーから打って出て、城壁を包囲していたビルマ軍の陣地を突破し、そのまま軍勢ごとどこかへと姿をくらませてしまいました。そしてアユッタヤーはとうとう最後の瞬間を迎えることになります。1767年4月7日午後4時、アユッタヤーの城壁は設置型の爆発物によって何箇所も倒され、日没までに砲兵の支援を受けたビルマ兵が一斉に城内へと突入してきました。市街戦へと発展するものの、食料不足によって衰弱しきっていたサヤーム兵とその住民たちに抵抗する力が残っているはずもなく、一方的で無差別な虐殺ともいえるようなひどい状況になったといいます。視界に入るものはことごとく松明によって焼かれ、火災は15日間にもわたって続き、町を完全に焼き尽くしたといいます。仏像までもが切り刻まれて、その上に貼り付けられていた金箔はことごとく剥ぎ取られていきました。エーガタット王は遺体で発見され、捕らえられたサヤームの王族や貴族たちをはじめ、アユッタヤーの住民のうち3万人がビルマの首都インワへと連れ去られていきました。こうして417年間にわたって4つの王朝と33人の王によって統治されてきたアユッタヤー王国の歴史は幕を下ろしました。しかしビルマのゴーンボーン朝によるサヤームの統治はわずか7ヶ月間で終わることになります。ビルマ軍は2年近く戦地にいた徴集兵の帰郷を認めざるを得ない状況にあったのに、未だサヤームの地方都市を全く支配下に置けていなかったからです。しかもアユッタヤー遠征中の1765年には新国軍1万4000、包囲中の翌1766年には新国軍4万2000が現在のミャンマー東部にあるシャン州のチアントゥンへと攻め込んできていて、それまでビルマは新国軍の半数程度の兵力で何とか持ちこたえていたんですが、新国軍の規模が次第に大きくなっていき、いよいよアユッタヤーに駐留している占領軍のほとんど全てを引き上げて本国の防衛に回さざるを得ないような状況にまで追い込まれていたんです。アユッタヤー陥落の3ヶ月前、1767年の1月に町から脱出していたプラヤーワチラプラーガーン、後のタークシン大王はこの時33歳、中国長山市出身の商人4世帝の子で、中国名をチュンジャオと言いました。ビルマ軍による略奪の被害に遭っていなかったジャンタブリーとトラートで軍備を増強して勢力を5000人にまで増やしました。アユッタヤー陥落から半年後の11月にはパークナームサムットプラーガーンへ向けて海沿いに進軍し、ビルマの守備隊が駐留していた現在のバンコク西部にあるトンブリー要塞、またその翌々日にはアユッタヤーのコーサームトン要塞を攻め落としました。これでサヤームは事実上ビルマによる占領から解放されたことになります。プラヤーワチラプラーガーンは当初アユッタヤーを復興することを考えていたようなんですが、荒廃があまりにも激しく立地的にも防衛には向いていなかったため、ジャーオプラヤー川の河口に近く、フランス人が17世紀に建設したウィチャイプラシット要塞があって、しかも海外貿易にも適していた現在のバンコク西部のトンブリーに新しい首都を建設し、1767年12月にボロンマラーチャー4世としてサヤームトンブリー王国の初代国王になりました。ボロンマラーチャー4世は一般にはタークシン大王と呼ばれています。アユッタヤー陥落後のサヤームは地方の有力者によって5つの政権に分割されるような形になっていました。そこでタークシン大王は1768年にビルマの偵察部隊を現在のサムットソンクラーム県にあるバーン郡で撃退し、同年ポーサムトンで敗北したビルマ軍の司令官が逃げ込んでいたコーラート高原のティマーイ政権を平定して、そこを治めていた31代目のアユッタヤー国王だったボロンマゴート王の息子のグロンマムーンテープピピットを処刑します。そして翌1769年には2万のトンブリー海軍を編成してプラパラットが統治していた南部ナコーンシータンマラートを占領し、さらに1770年には仏教僧のジャーオプラファーンが支配していた北部の真剣政権も平定して、現在のタイのほぼ全域を手中に収めました。これとほぼ同時期にサヤームはビルマと9回にも及ぶ軍事衝突を繰り返しています。ビルマに200年近く支配されていたタイ北部のラーンナー王国の総主権をめぐる紛争で、特に1776年のアセウンギー戦争では
サヤーム軍はチアンマイを占領したものの、町が荒廃して放棄することになり、そこに住んでいた人々はランパーンへの移住を余儀なくされました。さらに幼なじみのジャーオプラヤージャック・リーに命じて、対立するサヤームの地方政権を支援していたラオス南部のジャンパーサック王国を征服し、ルア・アンプラバーン王国を従属させ、新たに従属国となったルア・アンプラバーン王国と共にビアンジャン王国へと攻め入って滅ぼしています。この時の功績によってジャーオプラヤージャック・リーはソムデッド・ジャーオプラヤーマハ・アガサット・スックの爵位と金爵名が与えられました。臣下にソムデッドがつく爵位が贈られるというのは当時としては異例とも言える厚遇ぶりです。そんな中、1781年に王都トンブリーでフンスラ・ナーイブンナーク・バーンメーラーによる反乱が発生し、プラヤーさんが命令を受けて討伐に向かうものの、途中で裏切って反乱軍に加わり、逆にタークシン大王が捕獲されて退位させられるという事件が起こります。長引く戦争の影響で飢饉が発生し、都市に略奪や犯罪が横行するようになって高まっていく民衆の不満を和らげるために汚職をした政府高官を処刑したら、今度は宮廷貴族からの不満が噴出してしまうという完全な悪循環に陥っていたんです。タークシン大王が瞑想にはまって仏教僧に対して自分を神と崇めるように強要したのはまさに致命的だったと言えます。そのせいで頭がおかしくなったと周囲から認定されてしまいました。文官の長で北部の軍政も統括するサムハナーヨックの任にあったソムデッド・ジャーオプラヤーマハーガサットスックは翌1782年に遠征先のカンボジアから戻ると、すぐにプラヤーさんによる反乱軍を鎮圧して首謀者を処刑し、さらに反乱の原因が退位した前国王にあったと判断してタークシンも処刑場へと送られてしまいます。こうしてサヤームのトンブリー王国はタークシン大王による治世1代15年間だけで滅亡しました。